ギャグ言ってみて。ギャグ言ってみて。ギャグ言ってみて。うん。これ椅子、この椅子めっちゃいいっす。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。三本塾です。三本塾です。今日は、オノマトペについていろいろお話ししたいと思います。オノマトペ。オノマトペって英語で何という？オノマトペ英語でなんていう？なんという？なんで俺に聞くの？オノマトピアはいですね。音を表す、はい。言葉ですね。そうだね。音ですね。音。うん。ね、日本語だとオノマトペっていうのは2種類あります。2種類。一つは、音がある。音がある。音がある。本当に音がある。そういう音ね。音を真似するオノマトペって何という？それは擬音語って言います。擬音語。擬音語って言います。例えば、こうやってで叩いたらパンパンですよね。パンパンはい。パンなるほど。はい。もう一個はあれどっちだっけ？擬態語もう一個は擬態語って言って、音がしないけど、音みたいな言葉を使うのがあります。なるほど。例えばなんか知ってますか？自分の気持ちを表す言葉はいくつかあると思うんだけど、例えば、イライラするとか。そうだね。イライラする。すごいイライラしちゃって。イライラするっていうのはどういう気持ち？良くない気持ちで怒ってる様子。まあそうですね。良くない気持ちでちょっと怒ってて、なんかストレス感じている時とか、気持ち悪い時ですね。だからそれは気持ちですから音はしないですよね。音はしないけど日本語だとイライラと言います。イライラ。あと一つ思い出したんだけど、見方、じっと見るとあるでしょ。あるね。じっと見るのはどんな様子？じっと見るっていうのは、まっすぐと見る感じなので、っていう感じです。なるほどね。これもじーっとは言わないですけど、漫画とかね、音で表すことができるということです。はい。音がしないことを言葉で表すと、音がしないっていう音？全く音がない状態で何の擬態語を使いますか？そうだ、日本語だとシーンっていう。シーン。漫画とか日本語で読んだことある人は見たことあるかもしれないですけど、すごくねこう静かな場面で、なんかこの漫画のところにこうシーンって書いてギャグが完全に滑った場合、完全に受けなかった場合、反応のなさをシーンと表す、なので、ギャグがうまくいかなかった場合、そうだね、それを表すと、シーン。そうだね。例えばギャグ言ってみて。ギャグ言ってみて。ちょっと待って、何にも出てこないんだけど。わかった。これ椅子、この椅子めっちゃいいっすみたいな感じです。まあシーンとは言わないですよね。言わないけど、その漫画とかなんかアニメでここに文字が出たりとか、普通のテレビの番組でシーンってこう文字が出たりとか、だからまあ静かだよという、笑いがないよという時とかね、これから擬音語とか擬態語を紹介するビデオを作ってアップしますので、お楽しみに。はい、ではバイバイ。ペコ